まずは長芋と玄米ご飯でとろろご飯を作ります。材料は玄米ご飯と長芋があれば OK。 あとは付け合わせに卵と納豆がおすすめです。暑さで体力の消耗が激しく、なかなか疲れが取れなくて朝食べるのがしんどい日もあるけど、一日元気に過ごすためには朝ごはんは食べておきたいところ。長芋に含まれる消化酵素が胃腸の働きを助け、食欲不振や消化不良を改善してくれると言われています。1パック 250g の長芋を買ったので2食分まとめて作ります。皮をきれいに剥く。ご飯は冷凍しておいたものを解凍。私は玄米ご飯3合にもち麦1合を混ぜた玄米もち麦ご飯を今日は使います。レンジが空いたのでだしを作る。醤油小さじ2、みりん小さじ1、顆粒和風だし小さじ1/2、水 30ml。 よく混ぜ合わせてレンジ600ワットで50秒加熱します。加熱するのが面倒な場合はそのまますりおろしたとろろにだしを混ぜても OK です。フードプロセッサーで長芋をすりおろす。フードプロセッサーを購入してからみじん切りもすりおろしも気軽にできるようになったので、料理が本当に楽になりました。だしを追加。よく混ぜ合わせる。器に玄米ご飯、とろろをかける。あれば刻みネギを乗せて完成。タンパク質も取りたいので卵と納豆、合計 13g のタンパク質が取れます。インスタントの味噌汁があったので味噌汁を添えます。糖質、タンパク質、食物繊維の完璧なバランス。まずはそのままとろろを味わってから卵を入れて味変。あとはわさびもすごく合うのでおすすめです。残ったとろろは明日の朝用に冷蔵保存。日持ちさせたいなら冷凍がおすすめです。変色防止のためにお酢をほんの少しだけ。2日目は冷蔵庫でしっかり冷やしたとろろが楽しめます。次は冷や汁を紹介します。サバ水煮缶とお豆腐は絹でも木綿でも大丈夫です。きゅうりとみょうがあれば大葉を用意してください。実は見た目で食わず嫌いしていた冷や汁、一度食べてみようと思って作ったらすっごく美味しくてびっくりしました。サバ缶の汁はだしとして使うので残しておく。味噌大さじ2、しっかり混ぜ合わせる。このま
までもいいんですが、おすすめはアルミホイルで焼くこと。まんべんなく広げたら、魚焼きグリルで5分焼く。レンジ解凍したご飯、サバ缶の煮汁に顆粒和風だし小さじ1、水を 200ml、 顆粒和風だしを溶かすためにレンジ 600W で1分加熱します。器に加熱しただしの半量を入れて、残りは明日の分として冷蔵保存。冷水 100ml と氷を 2,3 個追加して冷蔵庫でギリギリまで冷やしておきます。きゅうりを用意。輪切りします。みょうがは千切り。保存袋に入れて、塩小さじ1/2、しっかり揉み込む。最後の盛り付けまでこのまま放置しておきます。あれば大葉を千切り。白いりごま小さじ1、白すりごま小さじ1、焼いたサバ味噌を半量入れる。味噌をだしに溶かしたら、豆腐を半量約 75g、 塩もみしたきゅうりとみょうがはしっかり水を切ったら半量盛り付ける。千切りした大葉をのせたら完成。玄米ご飯と一緒に食べます。3つ目に紹介するのはブルーベリーボールです。ブルーベリー、バナナ、無糖ヨーグルトの3つがあれば作れます。ブルーベリーに含まれるアントシアニンには血糖値の急上昇を防いで脂肪の蓄積を抑制、脂肪燃焼効果も期待できると言われています。ダイエットを始めてから常に冷凍庫にストックして朝食に食べたり間食代わりにつまんだりしています。ブルーベリー 50g、 バナナ1/2本分。バナナはいつもまとめて買って潰して冷凍。こうしておくと必要な分だけ取り出しやすくてとても使いやすいです。無糖のヨーグルト 50g。 私はもう少しタンパク質を増やしたいのでプロテインを2杯。
UFIT のソイプロテインを使用しています。盛り付け用のベリーを 30g 程度、トッピングのオートミールグラノーラを作ります。材料はオートミール、素焼きナッツ、みりんの3つだけです。オートミール 30g、 素焼きナッツ 15g、 2分いります。みりんを 30ml 用意しておきます。クッキングシートを敷いて一旦取り出す。空いたフライパンでみりんを3分煮詰めます。色が変わってきたらオートミールと混ぜ合わせる。クッキングシートに出して粗熱を取ります。毎朝これを作るのは大変なので、いつも3食分まとめて作って冷蔵保存して使っています。キウイは輪切り、ブレンダーで混ぜます。ちなみにこのブレンダーはとろろの時に使ったフードプロセッサーと同じもので、このアタッチメントを変えただけです。バナナが苦手な方はレモン果汁を入れるのがおすすめ。浅いっぽさを出すためにはバナナを入れてとろっとさせたいけど、実は私はバナナの味が苦手です。レモン果汁を入れるとちょっとバナナが控えめになってくれる気がします。器に盛り付ける。キウイ、ミックスベリー、オートミールグラノーラ。みりんは血糖値の上昇が緩やかな低 GI 食品で、優しい甘みをつけたい時にぴったりです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。